夫が手術することになったので、手術の後必要かなと思われるものを作っていきたいと思います。ここにこうやってカバーを、便利ですよね。すごい痛いみたいで手術した後、なんだかちょっと行き過ぎちゃった今日雨なんですよ。こうやってるんですけど、やっぱダメと肘を一生懸命入れたんだなと思って。こんにちは、針山のまちこです。今日は夫が明日手術することになったんですが、この動画をずっとご覧の方はご存知かと思うのですが、ハロウィンの時に夫足怪我してましたよね。あれはサッカーで靭帯を切ってしまって、でお皿も割れてるのかな痛いそう結構な大怪我をしてしまって、明日いよいよその手術の日になりました。で手術をした後はここの足の部分はね、水に濡れちゃいけないということで、シャワーに入る時などにつける足カバーが必要なんじゃないかなっていうことで、足カバーを今日は作っていきたいと思います。水に濡れちゃいけないっていうことで、撥水加工の生地がいいかなっていうことで、この家に余っていた過去に長女のランドセルカバーを作った生地の余りがあったので、こんな可愛らしい生地で夫の足カバー作っていきたいと思います。ただちょっとあんまり生地がないんですよね。足りるかな。もう作りとしてはね、とても簡単で、こう筒状に作って上下ゴムでキュッとなるように作ったらいいかなと思ってるんですけど、まずはサイズを測ってみたいと思うので、ちょっと夫にちょっと来てもらいたいと思います。こっちの足、こちらでございます。ここら辺からここら辺かな、これぐらいですね。今はこうして普通に立って歩けるけど、手術が終わったらしばらく寝たき30センチぐらい測れました。ということでね、今ね夫の足を測ったんですけど、ちょっとどんなイメージかなっていうことで、これが夫なんですけど、こう足があったら、ここにこうやってカバーをつける。こういう感じのイメージですね。でここの長さが、46、だいたい46センチで、上の太もも周りが、47.5センチ、下は30センチでしたと。はい、こんな感じで寸法は決まりました。でこの生地ちょっと足りるか心配なんですけど、縦の長さが49センチなのでいい感じですね。これだと本当にパッツンパッツンになっちゃうので、そうだな、ここの部分を切ってちょっと下に継ぎはぎして長方形にまずしていきたいと思います。ちょっとこれを切りたいと思います。縦に切っちゃいましょうかね。こう切ってしまって、こっちもきれいに縦に切っちゃいます。ランドセルカバーを作った歯切れなんですけど、役に立ちますね。ポーチの裏地とかでも余ったのね、この生地で縫ったら可愛かったですね。よし、
そしたらこれをこういくように継ぎはぎしたいので、これを半分にだいたいこれぐらいかな。よし、OK。そしたらだいぶこの生地を無駄なく全部使い切れそうですね。こういう感じになるのかな。こことここを継ぎはぎして、その後こことここを継ぎはぎして長方形にしたいと思います。では早速縫っていきます。このね、継ぎはぎしたいのでね、袋縫いにしたいので、まず外表にしてこう5ミリで縫っていきたいと思います。ちょうど去年のねハロウィンの直前に夫は怪我をして、でその前のハロウィンは長女が腕を骨折したんですよね。ハロウィンに何かあるのかな。縫っていきたいと思います。高速で縫うとちょっと音がねガガガガって言って喋る声が聞こえなくなっちゃうと思うので、ゆっくりめに縫っていきたいと思います。長女が骨折した時もシャワーに入るのがね大変で、ここギブスしてて水に濡れちゃいけないから、こういうカバーをね作ればよかったんですけど、なんせほんとハロウィン直前で、長女のメリーポピンズのドレスとかね、息子とか次女、夫の衣装もね作っていたところだったので、このカバーを作ってたらハロウィンに間に合わないかもしれないっていうことで時間がなくて、長女の時は作らずにこう毎回ビニールをこうやってかぶせてここで縛ってってやってたんですけど、大変なんですよね、ずれたりしてね。かといって買うほどでもないし、期間限定なのでね、だから今回は夫には作ろうかな。足ですしね、すごい痛いみたいで手術した後しばらくだから、なるべくこう足を動かさないようにささっとつけられるこういうカバー、今回は作れますね。外表で縫った後中表で1センチ縫い代で縫ったところです。縫いました。そしたらこの細長いのをこっちの大きい生地の方にまた継ぎはぎしていきたいと思います。まずは外表で5ミリ縫ってから、こういうなんて言うんだろう、そんなに日頃需要がないけど必要になったものでも期間限定で使わなくなるものっていうのをこうやって手作りできるのは便利ですよね。サイズもねこうやってカスタマイズできるし、買うと高いですからね。じゃあ外表で5ミリの縫い代で継ぎはぎしていきます。ただの足カバーだから縫うのにそんなにテンション上がらないというかかなって思ってたんですけどね、この生地が可愛いから楽しいですね、やっぱりこんな可愛い生地の足カバーをつけてシャワーに音が入りますよ。だから明日から手術が終わったら介護要員が1人増える
すごく痛いみたいで3日間ぐらいは痛くて、普通に歩けるようになるのに1ヶ月ぐらいかかるんですって。だからもうあれですよね、いつも育児とね家事協力して夫とやってるんですけど、しばらく夫は戦力外でございます戦力外で、今外表で5ミリで縫えたので、中表で縫っていきたいと思います。もう本当にこう四角に継ぎはぎして長方形にしたら、上下ゴム通して完成簡単足カバー。私ミシンはフットコントローラーがずっと壊れていて、ここのボタンでスタートストップ開始抜いてずっとやってたんですけど、この間の一時帰国でやっとフットコントローラー新しいのを買い替えて、今フットコントローラー使ってるんですけど、でもこうずっとこっちに使い慣れていたのと、フットコントローラーってこう足のいいポジションにこうね置いたり、長距離縫ってる時ずっと足をダーダーっとこう足を上げたり下げたりするのが結構疲れるというか、こっちに慣れちゃってたから、こっちの方が縫いやすいんですよね。なんですけど、このボタン使うとピッとかピピッ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 っていう音が鳴っちゃうので、こうやってピッてなるんですけど、動画の編集する都合でピッピッっていうのが結構うるさいんですよね。なのでフットコントローラーの方が編集しやすいなっていうことで今フットコントローラー使ってるんですけど、実は手元の操作の方がもうなんか慣れてしまって、こっちの方が使いやすいんです。で、今度はこう長方形になったこの生地を縦の筒状にして縫っていきたいんですけど、ここにゴム通し口を作りたい関係で袋縫いにするとゴム通し口が作りにくくなっちゃうので、袋縫いにしないでここをジグザグミシンで処理していきたいと思います。ただジグザグミシンするとちょっとここが汚くてあまり好きじゃないので、こうやって5ミリ折りながらジグザグミシンをかけていきたいと思います。じゃあですね、ここを5ミリこうやって折りながらジグザグミシンかけていきます。普通のね服作る時でも袋縫いできない時とかね、結構こうやって5ミリ折りながらジグザグミシンをかけています。こんな感じで見えますかね。ちょっとアップします。こんな感じでジグザグミシン。この間コメント欄でアメリカの洗濯事情を教えてくださいって質問してくださった方がいたので、じゃあちょっと洗濯事情について、こちらのアメリカの洗濯事情なんですけど、一言で言うと日本の洗濯より随分楽になりましたっていうのも、すっごく大きい洗濯機で乾燥機もすっごく大きくて、でその乾燥機もすごい強力なのか、もう大量の洗濯物でも80分ぐらい回せばもうほわほわっと乾くんですよね。なので
基本的に乾燥機に入れるのは下着とか靴下とかパジャマとかそういうものだけ、あとタオル、そういうものだけ、乾燥機に入れて、やってます。でこうやって手作りしたシャツとかね、お洋服とかは全部ハンガーにかけて部屋干ししてます。で日本だと部屋干しするとなかなか乾かないですよね。だったり梅雨の時期なんかは生乾きの匂いがね残ってしまったりするんですけど、この土地柄すっごく乾燥しているので部屋干しで朝引っ掛けてかけたらもう夕方にはカラッカラに乾いていて、すっごいびっくりしましたね。こんな部屋干しカラッカラにすぐ乾くのっていうぐらいそれだけ乾燥してるんですが、でもすごく便利ですよね。なので日本に行った時はもうね、ちっちゃい靴下とかちっちゃいハンドタオルとかちっちゃいパンツとかこう一つ一つこう洗濯ばさみで留めてって感じで、しかも乾かなくてっていう時期があったりするじゃないですか。なんですけどもこっちは割って洗って、しかも大容量の洗濯機なので家族5人分でもバーンと入っちゃって、でちっちゃいものは全部乾燥機で乾かして、乾燥機に入れないものは部屋干しでカラッと乾くっていう。なのでね、洗濯するのが日本にいた時は本当に大変だったんですけど、シーツ洗うのでもね、もう干すとこないなっていう小さなベランダで干すとこないなっていう感じだったんですけど、今は洗濯物はとっても負担が軽くなりました。干すところもいっぱいあるし、階段の手すりとかね、そういうところにもタオルもちょっと干せるので、だから生地の水通しした後にこう大きい生地をバサッて干すのもいつも階段の手すりのところで干しているんですけど、それもすごく水通しも地直しもしやすくなりました。はい、では端処理が完了したので、今度はこうやって中表にしてここの脇縫っていきたいんですけど、上下ゴムを通したいので後で三つ折りするんですけど、ゴム通し口を残すためにちょっと上下ゴム通し口の部分は1センチぐらいかな、縫わないで脇を縫っていきたいと思います。それでは脇を縫っていきたいと思います。まずここ1センチ縫ってからゴム通し口開けてタカ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 って縫って、またゴム通し口を1センチ縫わないでちょっと最後タカタカってそんな感じで縫っていきます。まずここを縫って1回糸を切ってゴム通し口のとこは縫わないで飛ばして、そして脇を縫っていきます。こんな感じですね。アメリカでこうやって手術とか通院とかすると大変だなって思いますね。日本のようにはこうすんなりトントントンっていかないというか、今回の手術も手術終わった後に痛み止めが必要になるだろうってことだったんですけど、それも全部自分で痛み止めを予約してオーダーして自分で薬局に取りに行ってっていうことをしないとダメなんですよね。日本だとこう怪我して病院に行ったらね、もう先生が段取り取ってくれるっていうか、手術して痛かったら痛み止めも勝手に出してくれるっていうようなイメージだったんですけど、長女が骨折した時もね、そうだ、ここはゴム通し口なので縫いません。
危ない危ない危ない。ちょっと行き過ぎちゃった。喋ってたら行き過ぎちゃいました。ちょっとこれ取って。長女の骨折の時もアメリカで怪我したり病気したりすると大変だな。日本の手厚い対応に慣れてると大変ですよね。でもうちのねお隣さんが仲良しのアメリカ人の家族がいるんですけど、その方がちょうどフィジカルセラピストの方で、夫が怪我した時に「どうしたの?」って聞いてくれて、そして「あ、そういうことならこういうお医者さんがいてこうこうこうで」って全部お医者さんも紹介してくれたので、トントントンってスムーズにね行ったんですけど、健康怪我なしが一番ですよね。よし、今脇が縫えました。そしたらこう縫い代を開いて、このゴム通し口のところを周りこう四角く縫っていきます。アームカバーとかね作る時もこんな感じで作るのかな。作り方は同じですよね。あんまりこんな足カバーなんて作る人いないと思うので、皆さんアームカバーをこの作り方で作ってみてください。すごく汚いけど四角く縫いました。はい、あとは上下三つ折りにして縫ってゴムを通したら完成です。すごいなんか暗くなってきましたね。ちょっと電気をつけます。今日雨なんですよ。今日休みの日なんですいつも学校とか幼稚園行ってる間午前中の明るい時間に縫うんですけど、今日は休みの日ということでちょっと今遅めの時間に縫ってます。いつもより遅めの時間。よし、じゃあ三つ折り縫っていきましょう。袋縫いしたところが三つ折りしたところがかさばるので、こうやってちょっとこんな感じで、見えますかね、こんな感じで縫い代をカットして三つ折りをしていきます。では縫っていきたいと思います。三つ折りでこの間初めてアメリカの生地屋さんのオンラインショップで、生地を買ったんですけど、この間の娘たちのエプロンドレスを作った時の動画の中でもちらっと言ったかもしれないんですけど、その生地が届いた時すっごいぐっちゃぐちゃっていうか、最初はねびっくりしたんですけど、でこの生地屋さんはもうなしかな、もう頼まないかなって思いながら水通ししてで塗ってってしてたんですけど、でも生地自体のクオリティはすごく良かったんですよね。でよくよく考えてみたら、そんな一つずつねこうプラスチックの袋でラッピングしなくてもいいのかな。過剰包装なんですよね、きっとね。もちろんね丁寧にね汚れないようにってね送ってくださる生地屋さんもすごくね生地を大切にしてるんだなっていう気持ちが伝わってきて、もちろん とても素晴らしいと思うんですけど、アメリカのその生地屋さんはきっと不吉祥な人が生地を一生懸命入れたんだなと思って、そうやって思うことにして、でちょっと思いました。梱包も大事なんですけど、肝心なのは生地ですからねいつも
車で送り迎え、習い事の送迎もこうねやらなきゃいけないんで、いつも夫と手分けして送り迎えしてるんですけど、夕飯ぐらいの遅い時間になったらお迎えは夫が行くとかね、そういう感じで送り迎えも分担してたんですけど、朝も夫が小学校組を送って、私は幼稚園に次女を送っていくっていう感じなんですけど、来週からしばらく夫は車を運転できなくなってしまうの。一人操業しなくちゃいけない。頑張る。アメリカで育児するにはやっぱり夫婦協力体制がしっかりしてないと回らないですよね。だから結構幼稚園のお迎えでね、パパ送り迎えしてる人半分ぐらいそうですかね。半分ぐらいパパが送り迎えしてます。なんならお母さん見たことないっていう人もねいるぐらい、パパの積極体制がすごいですね。発表会とかはもちろん夫婦でね、結構な方が来てますし、そのね発表会する時も兄弟だとどっちかの兄弟、例えば今日は弟の発表会の日ですってなると、お兄ちゃんもクラスから来て発表をお父さんとお母さんと一緒に見るみたいな、いいですよね。縫えました。縫えた、できた。よし、ただの筒やっとできたけどただの筒よし、これでこことここにゴムを入れて完成です。ただこのねゴムの長さを決めるのが結構難しいですよね。太ももの長さが分かっても、その長さのゴムにしてもちょっと緩いぐらいか、ちょっときつめの長さでゴムを入れないと、かといってちょっときつすぎてもあれですよね。何コールっていうんだ、4コール。この細めのゴムを入れていきたいと思います。本当に暗くなってきましたね。いやこんな感じで夫のね足が良くなって、この足カバーのお役目が終えたらまたほどいて、この生地も何かに使おうかな。息子のヘアカットする時のこういうカバー、マントみたいなありますよね。髪の毛切る時はね、息子はねいつも私が髪の毛を切ってるんですけど、なんかわざわざ美容院予約してね行くっていうのも結構ね大変ですしね。でもうまく髪の毛かっこよくカットしたいなと思ってってやるんですけど、やっぱダメってポーンと坊主にしちゃうんです。でもねまだ息子はねそれでもいいよってね言ってくれるからまあいいんですけど、思春期になったらね、なんでこんな切ったんだよ言われちゃいそうですよね。できました足カバーができました。これに防水加工スプレーをシャーッとかけてシャワーも安心して入れるかな。ちょっと夫にちょっと試しにつけてもらいたいと思います。夫につけてもらいたいと思います。お、待って、でもさ、手術したら足が曲がらない設定だから、ちょっと肩くっつけられるかなっていう。どうかな。おお、いい感じ。いい感じだね。ゆるいか。もうちょっとここをきつくするかね。まあ大丈夫。ここにまた輪ゴムつけてもいいし。ちょっといいね。はい。
はい大丈夫そうです。はいということで今日は夫の手術後に使う、シャワーの水がかからない足カバーを作りました。あまり誰かの役に立つ動画になったかよくわかりませんが、これもうアームカバーみたいにね、ちっちゃくサイズで作ればこんな風に作ればできると思うので応用してみてください。これできて夫につけたら次女が「かわいい、何これ」って言ってたんですけど、ただの足カバーだよなんつって、はいそんな感じで今日はこんな感じでお送りしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。